こんにちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて、軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語。一緒に楽しんでいただけたら幸いです。今日も大雨の中、山奥にある温泉にやってきました。明日、台風がやってくるそうです。台風が来る前に車中泊を楽しみたいと思います。アジサイの葉に大粒の雨が当たります。温泉から帰ってきました。駐車場の水たまりが大きくなっています。雨に煙る山々が静かに息づいています。強い雨粒の音が孤独を引き立てていきます。さあ、車中泊スポットに向かいましょう。雨粒をはじきながらどんどん山を進んでいきます。濡れた道はいつもと違う音色を奏でています。今夜は登山口の公園に泊まっていきます。到着しました。エンジンを切って雨音を楽しみましょう。強い雨に打たれ、緑はなお深く美しさを増していきます。水たまりには優しく輪が広がっていきます。早速車内に入ります。雨音がダイレクトに車内に当たってきます。静かに雨を楽しむ、車中泊をやめられない理由がここにあります。さて、車内に入って一息です。すべて自分で作った家だから得られる安心感です。落ち着きますね。この大きな窓、雨の日が一番輝いて見えます。先日つけたウィンドウエアコン、ちょっと蒸し暑いのでスイッチを入れていきます。サブチャンネルでお伝えしましたが、スイッチを入れる際、突入電流で止まってしまうことが分かりました。原因をいろいろ調べた結果、他の家電を使っていると電流がオーバーしてしまうみたいです。エアコンのスイッチを入れる際は他の家電使わないように注意が必要そうです。エアコンはとりあえずドライにしておきます。雨の景色、ずっと見てられちゃいますね。
夕飯の下ごしらえをしていこうと思います。今回新しい仲間が加わりました。じゃじゃーん、たぬき感強めな一人用土鍋です。以前使っていた土鍋に比べよりたぬき感が増しましたよね。特にこの取っ手部分、もうたぬきの尻尾そのものです。かわいいな。以前の土鍋に比べ尻尾部分が増えたことで利便性が格段に上がりました。ネオたぬき感の強い土鍋ですね。よし、これでご飯を炊いていこうと思います。火加減が少し難しいことが分かったので、お米先に浸水させておきます。普段はクッキングシートを敷いていましたが、炊き具合が悪くなるので今回はなし。お米は 0.5 合ほど、水の量は目分量です。これが黒車中泊ニストのたしなみです。きっとこのくらいですね。あとは蓋をして20分ほど置いておきましょう。ディスプレイをキッチンモードにしていきます。DIY の過程で偶然できたこのディスプレイ、今ではこの家の顔になってますね。よし、準備万端。では調理を始めていきましょう。シンク周りが充実したことで手洗いがしやすくなりました。手洗いをするにはいろんな条件が実は必要です。大きなシンク、そしてタンク容量、この軽トラキャンピングカーは11リッターのタンクが入っています。一泊の車中泊ならたっぷり使える量になっていますね。今日のメニューは牛丼。お米の美味しさをしっかり味わいたいと思います。具材はとってもシンプル。玉ねぎと牛肉です。そして復刻動物シリーズ。初期の頃から使っているキリンの首まな板が復活しました。しかしキリンの刻印はもうすっかりなくなってしまいましたね。明日の朝食、焼き印をしてみたいと思います。お楽しみに。玉ねぎの皮を剥いていきます。窓の外は相変わらず大粒の雨です。 DIY で作った家ですが雨漏りなどがないので安心です。玉ねぎの下ごしらえも終わりました。カットしていきましょう。
くなのでたくさん玉ねぎ食べたい。丸々1個切っていきましょう。コンタクトをつけるようになってから玉ねぎしみることがなくなりました。これってあるあるですかね。カットした玉ねぎを鍋に移していきます。続いて牛肉、そのまま入れてもよかったですが、せっかくなので一口サイズにカットしておきます。カットした牛肉を鍋に移します。よし、これで包丁を使うのはおしまい。そろそろお米を炊いていこうと思います。鍋敷きに一人用のコンロを取り出します。そして20分ほど火がつく固形燃料です。日本ではよく売っているろうそくに近い燃料です。ご飯が炊けるまでは約20分。ちょうど燃料の消える時間と同じくらいとなっています。このミニマムな感じがたまらないですね。火をつけていきましょう。あとはほったらかして炊き上がるのを待つだけです。次は牛丼の方を調理していきます。取り出したのは五徳が猫の形に見えるカセットガスコンロ、通称猫太郎くんです。かわいいですよね。これで牛丼を作っていきます。まずは水を入れて一煮立ちさせていきます。あれ、着火しない。カセットがちゃんと刺さってませんでした。つきましたね。カセットの小さな火と固形燃料のこれまた小さな火、いい雰囲気です。お玉で混ぜておきましょう。味付けをしていきます。
取り出したのは万能調味料すき焼きのタレです。和食はこの調味料があればほとんど作れちゃう気がします。適量入れればもう牛丼の味が決まります。あとはこれを煮込むだけです。雨足が強まり、窓を激しく打ちつけ始めました。風も少し出てきたように思います。お米がふつふつと美味しそうな湯気を立てています。牛丼の方も美味しそうですね。100均で買ったお玉、宙に浮くスタイルになっていてとても優秀。暑くなってきたのでエアコンを冷房に変えていきます。車内の空気が激しく動き始めました。湯気がエアコンに吸い込まれています。フィルター的にはあまりよろしくないですね。消費電力は500ワットほど、かなり省電力です。今日の涼しさも影響していると思います。牛丼が頃合いですね。お米の方はもう少し、あと3分ほどかな。外気温は20度、室内は25度ですが、湿度が高いので暑く感じています。火が止まりました。おお、尻尾部分持っても熱くないです。たぬきくん、かなり使えます。盛り付けをしていきましょう。手が持てるのでとにかく楽です。さあ、お米炊けたかな。熱い、とても熱いのでタオルでくるんでいきます。ご開帳。うわー、美味しそう。米粒が光ってますね。いろんな炊飯器使ってきましたが、土鍋で炊くご飯、やっぱり一味違うんですよね。この上に直接牛丼をかけていきましょう。尻尾の取っ手がついているので、そんな食べ方もできちゃいます。
つゆだくにしておきましょう。最後に紅生姜をトッピングです。たっぷりめにかけるのが私流です。牛丼の完成です。美味しそう。いただきます。今日もノンアルビールで乾杯しちゃいましょう。では皆さん、今宵の旅に乾杯。美味しいですね。では牛丼いただきましょう。取っ手がとっても便利。美味しい。熱々ご飯に甘じょっぱい牛丼がとっても合います。最高の景色を見ながら最高のご飯。これが車中泊です。大きな雨粒が屋根を打ちます。あっという間に完食。美味しかった。ごちそうさまでした。さあ、片付けをしていきましょう。最近ようやくシンクが完成しました。といっても見えない部分の中の構造、明日の朝その辺紹介したいと思います。ふきふきタイムです。よし、夜ののんびりタイム。今日の夜のお供は三色団子です。はい、ここでいただいたコメントを紹介するコーナーです。街中で軽トラを見かけると、旅江さんのはここに小さな家があるんだなとかつい思ってしまいます。ありがとうございます。軽トラ見るとふと私も仲間がいるなと思ったりする感じですかね。こちらは英語のコメントです。あなたのビデオは本当に最高の満足感を与えてくれました。これからも続けてください。ありがとうございます。最高の満足感。すごい褒め言葉。ありがとうございます。続いてのコメント。
窓枠が額縁のようで素敵な景色ですね。心が和みます。ありがとうございます。まさに額縁のような絵画を見るような窓を作りたいなと思って作ったので、そう言っていただけると嬉しいです。さて、最後のコメントです。私はタイ人です。あなたのビデオクリップがとても気に入りました。私は毎日それらを見ています。ありがとうございます。タイの皆さん、いつも見ていただいてありがとうございます。というわけで、今日のコメント紹介コーナーでした。いつもコメントいただいてありがとうございます。皆さんもぜひこの旅の思い出に何かコメント、ぜひ書き記していってください。さて、そろそろ寝る準備をしていきます。まずは寝袋を敷いていきましょう。暑くなったり寒くなったりするこの時期、特に山の中の気候はよくわかりません。夏用の寝袋と毛布を持参しました。これならどんな気温になっても対応できると思います。身支度を済ませます。では旅家じゃんけん行ってみましょうか。旅家じゃんけん、じゃんけんぽん。私はグーを出しました。それではおやすみなさい。夜中、激しい雨音で目が覚めました。ずっと降り続いています。明日は台風が来ますが、今からちょっと心配になります。朝になっても激しい雨が降り続いていました。おはようございます。
雨がすごく激しいです。わあ、そこら中に水たまりができてる。朝食モードに切り替えていきます。よし、朝のお着替え忍法行きましょう。忍法着替えの術。よし、着替えれましたね。朝食をサクッと済ませます。嵐が近づいているのですが、雨はそれを感じさせません。静かに、ただ静かに降っているだけ。気温は22度。涼しいですが湿度が高いです。除湿をしておきます。朝はホットサンドを作っていきます。基本のハムとチーズです。キリンの首まな板に夜勤をしたいと思っているので、今日は直火のホットサンドです。ホットサンドメーカーにパンをのせ、ハムを挟んでいきます。次にチーズをのせていきます。避けるチーズを使うとよく伸びて楽しいんですよね。チーズを裂きながらまんべんなくのせていきます。もう一度ハムを挟んでパンをのせれば下ごしらえは完了です。よし、焼いていきましょう。猫太郎くんで焼いていきます。
ウィンドウエアコン、やっぱりちょっとうるさいですね。消費電力は560ワットほど。省エネなのはいいんですが、音がなあ。さて、ホットサンドの方が出来上がりました。キリンの首まな板。その昔、まな板の上にホットサンドメーカーを置いたところ、焦げ目がついてしまいました。その結果、キリンの首のような模様が出来上がりました。以降、キリンの首まな板と名前をつけて可愛がっていました。何年か使っているうちに焦げ目が消えてしまったので、今回はホットサンドメーカーで焦げ目をつけ直したいと思っています。なんだか焼き印するとなると緊張します。いきます。えい。しばらく待ちます。さあ、どうでしょうか。緊張の一瞬。あれ、焼き印がつきませんでした。あれ、ホットサンドメーカー、もっと熱くしないとダメみたいですね。これは次回に持ち越しですね。肝心のホットサンドは焼けたので切っていきましょう。美味しそうにできています。ハムチーズホットサンドの完成です。カメラでは見えていないのですが、冷気の湯気が出ています。このエアコン、相当パワフルです。音さえどうにかなればな。では、いただきます。チーズが伸びて美味しいです。だんだんと雨が弱くなってきました。雲の合間を縫って今のうちだったら安全に帰れる気がします。ごちそうさまでした。美味しかった。片付けをしていきます。今回は台風前夜の車中泊を楽しみました。山の中、大雨の中、一人車中泊を楽しんでみました。雨音が響く車中泊ってなんだか楽しいんですよね。ニューアイテムや久々登場のアイテムなどたくさんグッズが出てきましたね。軽トラの中はさながら動物園状態です。
水泳動物園、ぜひ楽しんでくださいね。完成したシンクの下、見ていただきましょう。左側のタンクが排水になっています。ホースでつながってタンクに排水が入ります。排水がしやすいようタンクを斜めにしてあります。右側は給水タンクです。新しく給水用の扉を取り付けました。ここから給水タンクをそのまま取り出すことができます。タンクを丸ごと洗えるのが結構大事です。これによって毎回清潔な水をためることができます。扉はボートなどで使う防水性のものを採用しています。一方、排水はこちらにホースを取り付けています。このホースから排水マスへ直接つなぎます。もう一つ DIY していました。ソーラーパネルです。エコフローの 1000W ソーラーパネルを2枚、計 200W 発電できるようにしてあります。窓エアコンの外側、排気口はラティスフェンスを取り付けました。これで雨も入ってきませんし、中には網戸をつけています。軽トラキャンピングカー2号機、名前はルル。ようやく一通りの DIY が完了したように思います。これからしっかりと旅を楽しんでいきます。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな家の小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押していただくと最新話を見逃しません。メンバーシップでは裏話や皆さんとの交流を楽しんでいます。それぞれのリンク、詳細は概要欄をご覧ください。帰り際、衝撃の事実が分かりました。やはり雨風が強かったようで、倒木や土砂崩れがいくつかの場所で見られました。車中泊、やはりこういったところ気をつけていきたいですね。